She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. You see her walking down the boulevard. 皆さんおはようございます。今日は韓国旅行4日目。朝早くから起きてどこに行くかと言いますと、ソクチョに日帰り旅行に行きます。ソクチョは韓国の北東部に位置する海沿いの町で、ソウルから高速バスで約2時間半から3時間ほど、ソウル近郊の人気な観光地の一つです。そんなソクチョで今日私たちは海辺の町ならではのグルメやシジャン、おしゃれなカフェと日帰りではありますがたくさん巡ってきたので楽しんでみていただけたら幸いです。それでは魅力あふれるソクチョの町へ一緒に行きましょう。This stop is Express Bus Terminal. Express Bus Terminal.You may exit on the right. You can transfer to line number 3, line number 7. 朝早い時間なのでちゃんと起きることができるか、出発時間に間に合うか不安だったのですが、無事余裕を持って高速バスターミナルに到着しました。ということで朝ごはんを食べに行きます。お腹ペコペコです。朝ごはんを食べてソクチョに行く準備はもうできました。私たちのバスが来たので乗車したいと思います。韓国の高速バスは主にプレミアム、優等、一般、深夜バスとクラス分けされていて、今回私たちはプレミアムを利用しました。座席は購入時に指定することができました。とっても広々としてゆとりある空間。こんな風にカーテンを閉めることでプライベートな空間を作ることもできます。暑さの調節もできて、リクライニングでほぼ水平まで倒せばベッド同然。体力温存のためソクチョまでぐっすり寝たいと思います。
眺めたら景色がガラリと変わりました。約2時間半でソクチョに到着しました。まずはお昼ご飯を食べに行きます。今日はムーフェというお料理を食べに行こうと思います。直訳すると水刺身という意味で、たくさんのお刺身とお野菜を冷たいスープに入れたお料理です。暑い夏にぴったりの韓国グルメです。より美味しく食べるためにバスターミナルからお店まで歩いていきます。大きいところだ。すごい綺麗なところ。そこ15分くらい歩いてお店に到着しました。整理番号を受付でもらって2階に上がります。階段には著名人のサインがたくさん飾られていました。とても混み合っていましたが、ウェイティングなしで入ることができました。窓際の席なら海を見ながらお食事を楽しむことができますが、私たちはこちらのお席。でも花より団子ということで、美味しいお料理を食べることさえできれば十分幸せです。じゃじゃーん、私たちが注文したお料理が来ました。見た目から完璧、とっても豪華です。このようにムーフェには様々なお刺身が贅沢にもたっぷり入っています。甘辛くひんやりしたスープがさっぱり、本当に夏にぴったりのお料理だなと思いました。チョクチョの名物イカのスンデ、イカの体に牛肉、椎茸と様々な具材がぎっしり詰め込まれていました。イカ丸ごと1匹に具材がたっぷり詰まっているので食べ応えがあります。さっぱりしたムーフェのお供にぜひ一緒に食べてほしいお料理だなと思いました。ウニのビビンバ。私たちはウニ大好きなので、このメニューを見た瞬間心を奪われました。よく混ぜていただきます。ウニが甘くクリーミーでまろやか、もやしのシャキシャキした食感も楽しむことができました。ソクチョに着くや否や、こんなに贅沢な海の幸を堪能できて幸せでした。バスがなかなか来なそうだったのでタクシーに乗りました。ソクチョの名所として知られる美しい海の景色を眺められるスポットに行ってみたいと思います。
この東屋につながる一本道がとても幻想的に感じました。水平線に広がる海は迫力満点の景色。打ち寄せる波の音から海の強さ、力を感じました。日常生活では自分の目の前の世界、社会、環境が全てで視野が狭くなってしまいがちですが、こうして広い海を目の前にすると、いかにこの世界が広いのか、可能性はどこまでも広がっているんだということを感じさせてくれる気がします。心がスーッと浄化されるような気分になりました。階段を登ってもっと上の方に行ってみます。さっきの方は混み合っていましたが、たまたまなのか上は誰もいませんでした。こっちの方が比較的空いているのかなと思います。さっきとはまた景色がガラリと変わりましたよね。こちらからは全体を上から見渡せて、また違った魅力があります。写真を撮るのにも最適だと思いました。こんな風に街の方の景色も見えます。今はカフェに向かっています。ソクチョは海辺の街なので、海が見える素敵なカフェがたくさんあるんです。どこに行こうかすごく悩みました。ということで今日は2軒のカフェに行くことにしました。まずは1軒目のカフェに向かいます。歩いているとズワイガニを食べることができるお店が連なっていました。私たちは実はあまりカニが好きな方ではないので食べなかったのですが、カニ好きな方はぜひソクチョで食べてみてください。新鮮で大きなズワイガニを堪能できるお店がたくさんあります。こんな感じで海が見えて、さっき言ったところも見えますね。アメリカーノを飲みながらのんびり休憩しました。シジャンに来てみました。かなり大きめのシジャンでたくさんの人で賑わっていました。海辺ならではの海鮮物、その他屋台もたくさん。食べ歩きにぴったりのシジャンだなと思いました。私の第一のお目当てのお店はこちら。
速中に来たら絶対食べたいマッコリパンのお店です。大行列、ウェイティング必須ですが、回転率がいいので意外とスムーズに購入することができました。第2のお目当てのお店はこちら、タッカンジョンのお店です。そこら中にここのタッカンジョンの袋を手に持っている人たちがたくさんいました。夜お部屋で食べたいと思います。ここはたまたま見つけたお店。こんなに美味しそうなドーナツたちを素通りできるはずがないですよね。どれもとっても美味しそうです。今日2軒目のカフェに向かいたいと思います。めっちゃ可愛いね。上に上がります。とっても綺麗。静かで落ち着いた雰囲気で癒されました。写真を撮るのにも最適。なぜか髪の毛がボサボサで残念です。とっても素敵なカフェでした。おすすめです。そろそろソウルに帰る時間が近づいてきました。でもその前にちょっとコンビニに寄り道。暑い中たくさん歩いて動き回ったので染みました。それではソウルに帰ります。速長バイバイ。乾杯。今日の夜ご飯は夜遅かったのでお部屋で食べることにしました。速長で買ってきたタッカンジョン、その他はコンビニでいろいろ買ってきました。私もともとタッカンジョンの日記っぽい味があまり好きではなく、普段は食べないのですが、人気だからと試しに買ってみたら美味しすぎる。日記っぽさは全くなく甘辛くやみつき、冷めているのにこんなに美味しいなんて感動しちゃいました。
速著に行ったら絶対皆さんも食べてみてください。今日の動画はここまで。大切なお時間を使いご視聴いただきありがとうございました。今日の動画は速著日帰り旅行の Vlog でした。いかがでしたか？ソウルから高速バスで気軽に行くことができる速著。日帰りでも十分楽しむことができました。皆さんもぜひ機会があれば行ってみてください。それでは次の動画もお楽しみに。またね。バイバーイ。Thank you for watching. ゆなちゃんをたくさんサランヘジュセヨ Love me サランヘジュセヨ Love me